最近も入社数日で退職代行を使うことが話題になっています。退職代行を使ってでも辞めたい会社なのか、退職代行を使わないと退職できない人材なのか、見方によって変わると思いますが、ひろきさん、どのような考えですか？また、法的根拠はグレーゾーンですか？いや、別に退職代行は全然グレーじゃないですよ。合法ですよ。ただ、なんか退職代行にお金を払うような人は、退職するためにお金を払うということになる、割と情弱としてお金を吸い取られてしまう人なので、退職ぐらい自分でできるようになった方がいいんじゃねえのと思いますけどね。履歴書を見て採用するかどうかを会社の人事担当は決めるんですよ。なので、いくらめちゃくちゃ優秀でいい人だったとしても、すぐ辞めてるよねという履歴があると、取ったとしても辞めるかもしれないから、で、その人を採用したら、なんでこんなすぐ辞める人を採用したのって社員周りの人に言われるので、採用しないというのが起こりうるんですよ。で、面接まで行ったら、きちんと説明したら理解してもらえる理由があるかもしれないんですけど、人気の企業の場合って書類選考で決まるんですよ。要するに書類選考で面接まで行く時間もったいないよね。じゃあ、辞めそうな人は取らない方がいいよねっていうことになっちゃうんですよ。辞めたい会社があったりとか、その会社が本当にひどかったから辞めるのしょうがないよねっていう考え方あるんですけど、聞いたこともないような会社を2週間で辞めた場合は、この会社ブラックだったから辞めたんすって言えば、あ、そうなんだってなるんですけど、割と有名な大手企業を短い間で辞めたってなると、その大手企業が悪いのではなく、働いてたあなたの方が良くないのではないですかというふうに人は考えるんですよ。要するに大手企業だったら、労働基準法もしっかり守ってるし、おかしなことも起きないよねというふうに人は思うので、じゃあ銀行を辞めましたとかになると、いや、銀行が法律違反のパワハラとかセクハラとかするわけがないから、辞めた方に何か原因があるんじゃないかと思われるんですよ。実態とか真実がどうかの話ではないです。そう思われるかどうかっていう、他人がどう判断するかという話なんですよ。真実がどうかとか、あなたがどう感じましたかって話ではないんですよ。なので、会社員として生きていくのであれば、大手企業に入りましたというのであれば、それはどんな状況でもしがみついた方が、その後の人生にとっては得ですよという話を僕したんですよ。大手企業を数ヶ月で辞めたってなると、じゃあ、うちみたいな企業に入ってもすぐ辞めちゃうよねって思われちゃうんですよ。なので、起業しますとか、アイドルできていきますとか、インフルエンサーできていきますとかなればもうお好きにどうぞって話なんですけど、会社員として生きてきてますとなると、やっぱりその大手の企業に入った方が給料も高いし、キャリアも積みやすいんですよ。大手企業ダメですっていうので、その中小企業に入って、キャリアを積んで大手企業に入り直すっていう中途採用パターンっていうのもあるんですけど、これすっごい難しいんですよ。たまたま取引先に大手企業があって、働きぶりを見てもらえて、あ、この人優秀だからうちの会社に来ないって誘われる場合というのであれば大手企業行けるんですけど、中小企業でそれなりに成果を上げたとして、大企業に中小で行きたいですって言ったとしても、中小企業での評価を客観的に説明することってすごく難しいんですよ。みんなが知ってるようなサービスとか作ってて、あれ俺がやったんすって言えば、あ、そうなんだ、すごいよねってなるんですけど、中小企業って基本的には聞いたことがないことやって、聞いたことがないような仕事をしてるので、あれ俺がやってすげえ頑張ってめっちゃ成果上がったんですよとか、利益率3倍になったんすよって言われても、知らねえし、こいつ吹いてんじゃねえのって終わりなんですよ。客観的に証明する手段がないから。なので、中小企業に行ってる人はなかなか人生大変だよねっていう話になっちゃうんですけど、大企業のが給料高いし、福利厚生もしっかりしてるので、大企業に行こうとすると、一回中小企業に行っちゃうと、やっぱりなかなか上上がるの難しいんですよ。なので、大企業にもし入れるのであれば、しがみついた方が、会社員人生をやるんだったらお得ですよっていうのは、そこで会社を辞めちゃった人にとってみたらかわいそうできつい話かもしれないんですけど、ただ僕はそれを見ていて、今自分が辞めた方がいいのかな、辞めても大丈夫なのかなと思っている若手22歳の人たちにとって、辞めない方が絶対いいぞっていうのを伝えるというのが正しいと思ったんですよ。今更僕が何を言おうとその人の人生変わらないんですよ。ただ、その会社辛いんだったらなんとかなるよ、自分が大事だよとか、ワークライフバランス大事だよっていうのは、綺麗事としてあると思うんですけど、そういう優しい言葉って誰のために喋ってんのかって話で、優しい言葉を喋る人って、優しいと思われたいその人のために喋ってるんですよね。あなたはそのまま生きててもいいし、あなたは間違ってないよっていうと、そういうことを言ってる人って優しいよね、いい人だよねってなるじゃないですか。もう会社員無理だよとか、第二新卒とかないからっていうのって、どちらかというときつい言葉を言って嫌われる人なんですよ。大丈夫だよ、なんとかなるよっていうのって甘い言葉なんですよね。実際そうじゃないから、現実。
なので、甘い言葉に従って、例えばじゃあ、この会社に投資をしたらすごい儲かるから投資をしてください。10% の利回りがありますみたいなのも甘い言葉で、コーヒー一杯分のお金をずっと払い続けるだけで、この仮想通貨を変えて、長期的にはなんか億万長者になれるかもしれませんよ。みたいなのも甘い言葉で。なので、その甘い言葉と優しい言葉というのの、境目が結構最近わからなくなってる人と、あえて混同させてる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。優しい言葉と甘い言葉をごっちゃだと思ってる人がいて、でも甘い言葉と優しい言葉は違っていて、本来の優しい言葉というのは、良薬口に逃がし、表面上はきつい言葉、聞こえるんだけど、その人にとって得ではあるというのは、苦い苦しい言葉の方が本来はその人にとっていいんじゃない、良薬は口に逃がしね。はい。っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、詐欺師はみんな優しいですよ。なので、誘拐犯はどんな人だと思いますかっていうので、ジャージを着ているとか、ブルゾンをかぶってサングラスをかけてるとかって人は思いがちなんですけど、誘拐の成功率が高いのは、スーツを着ていて優しそうな見栄えの男性です。詐欺師というのは真面目そうに見える方が良くて、優しい言葉をかける人が多い。そう、否定の言葉を聞きたくない人っていうのがいるんですけど、否定の言葉を聞きたくない人に甘い言葉を言って喜ばせるというのは、その人の人生にとって本質的に良いことなのかというと、そうではないよねという話なんですけど、まあなかなか伝わらないですよね。はい。ひろゆきさん、日本の新卒就職主義は合理的なシステムを求めますか？はい。新卒採用が良くないよねとかっていう綺麗事を言う人たちがいるんですけど、じゃあ企業がなぜ新卒採用をするのか。誰が決めてるかっていうと、大学が決めてるわけじゃないんですよ。企業が決めてるんですよ。アベプラでも大学が新卒採用やめちゃった方がいいとか言ってるんですけど、いや、意味ないっす。だって企業が新卒欲しいんだもん。なぜ新卒が欲しいかっていうと、騙しやすいからです。人間の能力ってあんまり変わんないんですよ。この会社に入ったから能力が上がるとかっていうのはあんまりなくて、めちゃくちゃ優秀な新卒社員で本当は年収1500万円ぐらいの仕事ができる人も、新卒採用だからお前月30万円ねって言われると、あ、そういうもんなんだとか、まあ、今だと40万円かな、40万円ねって言われて、ああそうなんだって言って、その40万円で簡単に騙されて働いてくれるんですよ。で10年ぐらい働いて、あれ俺の給料安いんじゃねって気づいて転職して、どんどん給料上げていくんですけど、でもその10年間毎年500万とか搾取できて、10年経ったら5000万搾取できる。それは得だよねって話で、新卒採用っていうのは社風に染めるっていうのもあって、転職する人って優秀な人なんですよ。中東採用って優秀な人を取りたいじゃないですか。で、優秀な人ということは、それなりの給料を出さないと転職しちゃうんですよ。なので、500万円でこの人雇いましたって言って、いや、この人いいわ、700万円分の働きしてくれるわってなると、その人を700万円出してくれる会社に転職しちゃうんですよ。でも、新卒は転職をしたことが一度もないので、不安なんですよ。1回でも転職した人ってバンバン転職して給料上げた方がいいよねってなるんですけど、新卒で入った人って転職をしたことがなくて、で今まで小中高大学新卒大企業ってずっとレールの上に来ていて、自分が何らかの身分のない状態というのになったことが一度もないんですよ。小学校の時したら中学生になるし、中学生から高校生になるし、高校生から大学生になるし、何らかしらの所属している場所が自分のアイデンティティなんですよ。早稲田大学の人は、あなた何している人ですか？大学生です。早稲田に所属しています。っていう、その自分のアイデンティティと所属を言うというのが当たり前で育ってきて、そこでじゃあなんか三菱商事に入りました。あなた何している人ですかって聞かれたら、三菱商事で働いていますって言うんですよ。これが何している人ですかっていうので、家でファンタジーライフやるのが大好きな人ですとか、趣味でギターをやっていますとかって言わなくて、やっぱり日本人の場合って自分が所属している会社だったりやってる業務を言うんですよ。広告代理店やってますとか、不動産業やってますとかっていうので、そこで就職を辞めて転職をするというのは、何にも所属をしていないという無色透明の無職に近い感じの、後ろ盾とか組織が全くない状態って、20何年一度もなったことがないという人にとってはめっちゃ不安なんですよ。何かあった時って、例えば会社でトラブった時は会社先輩に相談したら教えてくれるし、学校だったら先生もいるし、同級生もいるし。でもどこにも所属してない人って相談相手いないんですよ。超怖えってなっちゃうので、なので新卒で入った会社に不満があったとしても、でもこれぐらいは我慢できるよねっていうので転職をしないという選択を取りがちなんですよ。なので騙しやすいというのがあるので、新卒就職主義というのは企業にとってはすごく有利なので変わらないと僕は思ってます。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。